博物館史こと GT です。今回はマインコード開発の、ピュアクライアント。こちらの紹介をしていきたいと思います。こちらのクライアントは約1年前から、マインコードが開発を重ねて作成してきたもので、マインクラフトのチートを簡単に、使用できるクライアントとなっております。このピュアクライアントを使用することで、通常はパソコンからチートコードを Wii U に送信する必要があった手間を、パソコンを使わずに Wii U のみでできるようになります。またチートを使用できるだけではなく、デバッグメニューの表示、俗に言うアイテム ID が表示される効果や、テレポートを悪用した指定式フリーズの対策が、備わっております。このクライアントに興味を持った方は、概要欄にマインコードのサバがありますので、ぜひ参加してみてください。それでは紹介に移ります。クライアント使用中は、このように左上にピュアクライアントと表示されます。虹色に輝いているところがまたかっこいいですね。それでは実際に使用してみましょう。L、R、十字キー左でメニューを開きます。8つのタブが表示されるはずです。これらはそれぞれチートの機能の種類に分けられており、順番に、コンバット、ムーブメント、プレイヤー、アイテム、ワールド、レンダー、ミニゲーム、GUI があります。ちなみにこの画面は、ゲームパッドの画面をタッチ、スクロールして、各チートを適用、解除することができます。今回はこちらの機能をすべて紹介していこうと思います。はじめにコンバットのタブです。コンバットでは攻撃系のチートが揃えられています。チートを選択すると青色に変化し、右上に現在適用中のチートが表示されます。こちらはエイムボットです。近くにいるモブやプレイヤーに向け、自動的に視点を合わせてくれます。このチートは有名なので、知っている人も多いと思います。またジャンプ切りをすることによって、さらに敵を即時に退治することができます。PVP でもズルをすることができてしまいます。お次は防エイムボットです。モブやプレイヤーの距離を計算して、このようにエイムを自動的に合わせてくれます。これで遠くの敵も簡単に討伐できますね。小さな敵も確実に仕留められます。ファストボー。弓による矢の連射が可能になります。先ほどの防エイムボットと相性が良さそうですね。これでバトミニも無双し放題です。フルオーラ。俗に言う数オーラのことです。ワールド内のプレイヤー全員に攻撃を開始します。さらに十字キー左、ZR で、クリティカル判定の攻撃を受けさせられます。キルオーラ。近くにいるモブやプレイヤーに攻撃を開始します。TP オーラ。TP とはテレポートの略称です。モブやプレイヤーへのリーチを伸ばすなど、戦闘にアシストしてくれるチートです。相手にテレポートして攻撃していることから、その名が付けられています。ただし相手視点からは、自分がテレポートして攻撃しているようには見えません。続いてムーブメントのタブです。ムーブメントでは動きに関するチートが揃えられています。こちらは B ホップです。B ホップとはバニーホップの略称のことで、このような特殊な動きをすることができます。横移動もこんな感じにできます。クリップ TP。殴った先のブロックに移動します。こちらはスニーク状態時のみ発動します。高いところにも簡単に登ることができます。エリトラフライ。エリトラ飛行時の状態のように、ふわふわ飛ぶことができます。フライ。サバイバルでもクリエイティブ状態のように、飛行することができます。昔からある一番有名なチートです。ハイジャンプ。通常より高く飛ぶことができます。左が通常時、右が適応時です。適応時では2マスの壁も越えることができます。ジーザス。液体ブロックの上を歩くことができます。
水の上に落下するとダメージを食らってしまいますが、溶岩の上に乗ってもダメージを食らいません。ノースロー。飲食時歩くスピードが遅くならなくなります。比較すると歩くスピードの違いが明らかです。フェーズ。ブロックを貫通することができます。サバイバルの場合フライト併用しないと、奈落に落ちて死んでしまうので注意しましょう。スピード。通常時より歩く速度が速くなります。遠くの場所まですぐに移動することができます。ステップ。どんな高い壁も簡単に登ることができます。このように2マスの階段もスムーズに登ることができます。続いてプレイヤーのタブです。プレイヤーではプレイヤーに関するチートが揃えられています。オートスプリント。スティックを動かすと自動的にダッシュ状態になります。ファストイート。食料を摂取する際に時間がかかる仕様を無効化してくれます。とてつもないスピードで食べることができます。ノーフォール。落下ダメージが無効になります。最高高度から落下しても一切ダメージを受けません。スイサイド。俗に言うキルコマンドのことです。チートを選択した瞬間に死ぬことができ、このように普段見ない特殊なログが表示されます。続いてアイテムのタブです。アイテムではアイテムに関するチートが揃えられています。こちらはチェストスティーラーです。チェストを開いた状態で L を押すことで、中身のアイテムを一気に取ることができます。クラフトエブリシング。材料を持っていなくてもアイテムをクラフトできます。また作業台でしか作れないアイテムも、作業台なしでクラフトすることができます。サバイバルで最強のチートです。ドロップスタック。スタックされたアイテムを一気に投げることができます。インフィニティアイテムス。ブロックを持っていればサバイバルでも、ブロックの消費なしに設置することができます。インスタントクラフト。適用するとこのようなメッセージが表示されます。一度持ち物欄を開き閉じると、ダイヤ装備がインベントリに出現します。一般的には即時武装と呼ばれています。ノークールダウンズ。エンダーパールなどのクールダウンを無効化します。このように連続に投げることができます。続いてワールドのタブです。ワールドではワールドに直接影響を及ぼす、チートが揃えられています。こちらはアンチキックです。追放を無効化してくれるチートで、従来の追放無効とは違い、追放ボタンを押された時にメッセージが表示されます。フレンドバイパス。自分がそのホストとフレンドではない状態で、ホストがフレンドの許可をオフにしていても、参加することができます。ゴッドモード。モブからのダメージや落下ダメージなどを、すべて無効にします。実質神になります。マイクミュート。自分側の声が相手に聞こえなくなります。しかし自分からは相手の声は聞こえるので、家庭環境でボイスチャットをオンにできない人に、おすすめのチートです。ネームプロテクト。自分の NNID がランダムに変更されます。匿名でゲームを参加したい際に便利です。ノードレイ。ダメージにコンボが入ります。溶岩にダイブするとダイヤフル装備でも、すぐに死んでしまいます。ニューカー。自分の周辺のブロックを破壊してくれます。十字キー下、L で範囲縮小。十字キー下、R で範囲を拡大できます。画面の下中央に現在の範囲が表示され、基本的に休憩に掘ってくれます。サバイバルでも破壊することができます。一番下の岩盤も破壊することが可能です。また範囲に制限はなく、セーフモードという、破壊するブロックが多すぎる際にフリーズしてしまう原因を、対処してくれる機能も備わっているので、
安心かつ安全に使用することができます。RPG を作成するときなど、自然な地形を作ることができそうですね。続いてレンダーのタブです。レンダーではマイクラ内の描画を変更するチートが、揃えられています。こちらはベター X レイです。ジャンクを更新すると特定のブロックが投下されるので、地面に埋まったチェストなど、すぐに発見することができます。チェスト以外にも鉱石系ブロックは投下されません。ESP。自分からエンティテまで線が表示されます。壁越しでも相手プレイヤーの場所を知ることができます。フルブライト。光源が少ないくらい夜でもはっきり見ることができます。暗視ポーションよりも強力な暗視効果です。ネームタブス。自分も含めネームタブ、そして体力が表示されます。またバトルミニゲームなどでは相手のネームタブも表示されるので、相手の居場所や体力も確認することができます。ノーブロックパーティクルス。ブロックの破壊時に出るパーティクルを消します。一斉にブロックを破壊する際に、パーティクルの影響で重くなってしまうので、ニューカーと併用することを推奨します。ノーファイヤー。炎の中でも炎の表示が消え視界が広がります。ノーパーティクルス。ポーションや、水のパーティクルなどの、すべてのパーティクルが消えます。レンダーバリアーズ。バリアブロックの位置が把握しやすく表示されます。バリアブロックで荒らされてしまった時にも役立ちます。シェーダー。パソコン版の影モッドのようにしてくれるチートです。過去に僕が動画で配置しているコードですので、詳しい説明などは概要欄から飛んでみてみてください。X レイ。従来の配布されている X レイと同じ効果です。ベター X レイとは異なった投下の仕方ですね。続いてミニゲームのタブです。ミニゲームではミニゲームで役立つチートが揃えられています。こちらは MG クラフトです。ミニゲーム中に Y でクラフト画面を表示させることができます。クラフトエブリシングと併用すると、ミニゲーム中にダイヤフル装備などクラフトできます。MC クリエイティブ。クリエイティブ欄を開くことができます。ブロックの消費がある、飛行ができないなどの、普通のクリエイティブモードと異なる点は多少ありますが、アイテムを無限に出せることには変わりありません。MG ファストリフィル。ミニゲームのチェストのアイテム補充のスピードが速くなります。補充時の音がうるさいぐらいです。MG フィニッシュゲーム。ミニゲームを強制的に終了させます。MG ボスアンロック。ミニゲーム開始時、数秒間動けない効果を無効にします。最後に GUI のタブです。GUI ではクライアントに関する特別な UI の操作ができます。構図。画面に座標が表示されます。地図を持っていなくても座標を確認することができます。ハイドクライアント GUI。左上のピュアクライアントなど、表示されていた文字を表示にできます。最後になります。ノープレセンス。ピュアクライアント使用中に表示される、プレイ中のソフトの表示を表示にすることができます。これでピュアクライアントを使用していることを隠すことができます。いかがだったでしょうか？チートの説明は以上になります。当たり前ですが、クライアントを使用する際は悪用厳禁でお願いします。僕自身使った感想としては、タッチ操作で簡単にチートを選択でき、かつ高性能なチートが揃えられている部分や、フリーズ対策がされている部分など、様々な面で役立つものばかりで、とても良いクライアントだと思いました。動画の冒頭でも話した通り、概要欄からマインコードのサバに参加できますので、ぜひ参加してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。